こんにちは、アリアです。人類の起源であると言われるビラ星をご存知でしょうか。銀河のこと座に位置するその星は、私たちが忘れてしまった魂の原初の記憶を秘めています。ビラはただ一つの星ではありません。そこから多くの文明が誕生し、やがてプレアデス、ベガ、シリウス、オリオンへと広がっていった。銀河の文明史において最初の分岐点とも言える存在でした。そして、その影響は、遥かなる時を超えて、地球にも届いているのです。私たちが、自由を求めたり、調和を大切にしようとする心の奥には、ビラの記憶が眠っているのかもしれません。今回は、その、ビラ星の世界をたどりながら、魂に刻まれた起源の物語を思い出していきましょう。そして最後には、ビラ星由来の魂を持つ人が、どのような特徴を備えているのか、その秘密にも触れていきます。ビラの環境は、地球とよく似ていました。豊かな水と大地があり、青く澄んだ湖や広大な草原、生命力あふれる森林が広がっていたと伝えられています。空気は非常に澄んでいて、柔らかい光が大地全体を包み込み、昼と夜の移り変わりも緩やかでした。気候は穏やかで、極端な寒暖差が少なく、人々の精神を落ち着かせる働きがありました。この自然環境は、住む人々の感情や意識に深い影響を与えました。森の中で瞑想すると、直感が冴え、湖畔に座ると、心が癒される。自然そのものが、教師であり、癒しであったのです。ビラの人々にとって、自然は、外側にある風景ではなく、自らの意識を映し出す鏡でした。ビラの都市は、自然と文明が完全に融合した場所でした。人工的な直線的建築は少なく、山や川、樹木の曲線を取り込んだ有機的なデザインが特徴でした。建物は、すべて自然の一部であるかのように設計され、外観からも生命感を放っていました。住居は、小さな家単位ではなく、共同体のつながりを重視して配置されていました。街の中央には円形の広場やホールがあり、そこでは人々が食事を共にし、議論を行い、音楽や儀式を楽しみました。個人の家は静かに休む場所として最小限に保たれ、生活の中心は共同で過ごす空間だったのです。家の内部には水晶が組み込まれており、そこから発せられる波動が空間を整えていました。住む人の感情や思考を穏やかに保ち、夜眠る時には深い安らぎを与えてくれたと言われています。こうした住居はただの住まいではなく、エネルギーを調整する装置でもありました。ビラ文明の技術の中心にあったのは水晶と鉱石のエネルギー利用です。巨大な水晶は都市の中心に配置され、都市全体にエネルギーを循環させる核として機能していました。水晶から広がる波動は光や音と結びつき、照明、通信、そして人々の意識調整にも役立っていたと言われます。このエネルギーは環境を傷つけることなく、持続可能な形で利用されていました。地球のように石油や電力に依存するのではなく、自然そのものの力と共鳴しながら生活が成り立っていたのです。ビラの都市はまさに生きた存在であり、そこに暮らす人々の意識と共鳴するシステムとして設計されていました。食生活も独自でした。植物を中心とし、果実や穀物、エネルギーの高い植物が主食でした。肉体を重くする食べ物は避けられ、食事は単なる栄養補給ではなく、心と体を整える儀式としての意味を持ちました。水晶を囲んで食卓を囲み、音楽や光に包まれて、食事を楽しむ習慣があったとも伝えられています。衣服もまた独特で、自然素材とエネルギーを融合させたものが多く、色彩はその人の感情や状態に応じて変化しました。衣服は外見を飾るものではなく、内面を映す鏡であり、社会における自己表現の一部だったのです。ビラの教育は競争や暗記ではなく、個性を伸ばすことに重きが置かれていました。子供たちは水晶の音や光に触れ、
自分の感情を芸術や物語で表現することを学びました。また、星の物語を通して宇宙の仕組みや生命の循環を学ぶことも大切にされていました。知識は単なる情報ではなく、生きる知恵として伝えられ、学びは常に自然や宇宙との関わりの中にあったのです。教師は答えを教える人ではなく、内なる答えを引き出す案内人として存在しました。そのため、子供たちは早い段階から私は宇宙の一部であるという感覚を自然に身につけていったのです。医療もまた、音と光を駆使して行われました。病気はエネルギーの流れの滞りと理解され、水晶や音波を使ってバランスを整えるのが一般的でした。体だけを治すのではなく、心と魂を含めた全体性の調和を取り戻すことが治療の本質でした。寿命は地球人よりも長く、また精神的な成長も早かったと言われています。生命は宇宙の一部であり、肉体はその仮の器に過ぎないという理解が広く共有されていました。そのため、死は恐怖ではなく、別の存在領域への移行と考えられていたのです。では、このような世界で暮らしていたヴィラ人の姿はどのようなものだったのでしょうか。ヴィラ人は地球人型に非常に近く、人類の原型ともされます。背は地球人より少し高めで、すらりと均整の取れた体型。肌は白から淡いオリーブ色で、地域や集団によっては青白く光を帯びたように見えることもありました。目は大きく、澄んだアーモンド型で、虹彩の色は淡い青や緑、金色がかったものなど多彩でした。その視線には強い存在感がありながらも圧迫感がなく、むしろ穏やかで静筆な印象を与えました。髪は淡い金髪やプラチナ色が多く、中には赤みがかった色を持つ人もいたと言われています。顔立ちは調和の取れた柔らかさを持ち、地球人にとって理想的に美しいと感じられるものでした。外見の美しさ以上に印象的だったのは雰囲気でした。彼らは強い存在感を放ちながらも自然の一部のように溶け込む静けさを持っていました。まるでそこにいるだけで場を整える存在だったのです。ヴィラの人々にとって時間は直線的に流れるものではなく、常に循環するリズムとして捉えられていました。季節の移り変わりや星々の動きは単なる暦ではなく、宇宙の呼吸そのものでした。生活のあらゆる活動は天体のリズムと連動し、音楽のように周期的に繰り返されました。例えば、収穫の祭りや共同体の集会は、特定の恒星の位置や月の満ち欠けに合わせて開かれました。そのため、人々は日常の中で常に宇宙と共にあるという感覚を持ち続けることができたのです。この時間感覚は、後にプレアデスやマヤ文明にも受け継がれたと言われています。ヴィラの社会は、個と全体が響き合うことを前提にしていました。一人の感情や才能が全体に広がり、全体の調和がまた個人を癒す。そうした循環の中で、人々は孤立という感覚をほとんど持たずに暮らしていたのです。ヴィラにおける芸術は、装飾や娯楽のためではありませんでした。それは、社会を調和させ、宇宙と響き合うための手段だったのです。特に、声は神聖視されていました。人々は、歌うことで、互いの感情や思考をつなぎ、心の滞りを癒しました。声は、単なる音ではなく、宇宙の周波数と共鳴する媒体と考えられていたのです。儀式では、多くの人が同時に声を合わせ、都市全体を震わせるような響きを生み出しました。その音は、ただ耳で聞くものではなく、体全体で浴びるものであり、意識を拡張させる効果があったと言われます。こうした文化は、後の惑星文明にも影響を与え、地球でも言霊としてその片鱗が受け継がれたと考えられます。ヴィラの人々は、幼い頃から存在そのものについて問いを持つよう教育されていました。私はなぜ、ここに存在しているのか、宇宙の中で
どのような役割を持っているのか。これらは大人になってから考える問題ではなく、子供の頃から自然に抱く問いだったのです。答えはすぐに出さなくても良いとされました。むしろ問い続けること自体が大切であり、その過程で意識が成熟していくと考えられていました。対話や沈黙の時間が尊ばれ、結論よりも共に考えることに価値が置かれていたのです。この哲学的な姿勢は、ビラ文明全体を支える基盤でもありました。技術や都市設計も最終的には存在をどう理解するかという問いに目指していたのです。ビラ人の人間関係は地球人と比べると非常に柔軟でした。恋愛や結婚は契約や制度ではなく波動の共鳴として理解されていました。互いのエネルギーが調和するとき、人は自然にパートナーとなり、共に生活を始めました。しかし、その響き合いが弱まったとき、無理に関係を続けることはありませんでした。役割が終われば、感謝と共に別れ、新しい共鳴を求めて進むのです。この執着しない愛は、ビラ文化を象徴する考え方でした。関係性は流動的でありながらも、深い尊重と誠実さに支えられていたのです。ビラ人にとって、宇宙は遠い存在ではありませんでした。星空を見上げることは日常であり、夜ごとに星々と交信する儀式が行われました。星はただの交点ではなく、対話できる意識体と感じられていたのです。この感覚があったからこそ、ビラの人々は銀河の様々な星へ移住することを自然なことと捉えていました。彼らにとって宇宙を旅することは未知の探検ではなく、親しい仲間を訪ねることに近いものでした。ビラの社会全体の価値観としては、自由と探求心が根底にありました。一人一人が自分の個性を自由に表現することを尊び、違いを受け入れる文化がありました。しかし、この自由さが強すぎるあまり、共同体との折り合いをどうつけるかという課題も存在していました。やがて、精神性を重んじて自然との調和を守ろうとする人々と、物質的な繁栄や力を追求する人々との間に違いが生まれます。この分裂が拡大し、ビラ社会は大きな揺らぎを経験しました。この出来事は後にビラ戦争と呼ばれるようになりますが、その詳細についてはまた別の動画でじっくりお話ししていきます。ビラの文化や精神性が現代の私たちに伝えるものはとても大きいのです。個人の自由を尊重しながら共同体との調和を大切にすること。人との関係を執着ではなく響き合いとして捉えること。宇宙のリズムを感じながら生きること。これらは今の地球社会が直面している課題とも重なります。自由と調和をどう両立させるのか、個人と全体の関係をどう育むのか。ビラの人々が生きた哲学は未来を築くためのヒントを私たちに与えているのです。最後に少しだけビラ由来の人の特徴に触れておきましょう。ビラの魂は地球においても自由と調和というテーマを生きています。束縛を嫌い、自分らしさを表現したいという願望が強い。同時に人との響き合いを求める優しさも秘めている。その2つの間で葛藤しながらバランスを学ぶことがビラの魂のテーマなのです。あなたがもし自由を求めながらも人とのつながりを大切にしたいと感じているなら、それはビラの記憶があなたの中で目覚め始めている証拠かもしれません。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。